はい、どうも、てれんです。早速なんですけど、皆さん苦手なものってあります？僕なんかで言うと、カラオケと恋愛が苦手なんですけど、あともう一個苦手なものがあるんですよ。それがね、アナゴとかウナギみたいな長物をさばくのが苦手なんですよ。だからハモとかドジョウとかナマズとかゲンゲとか、これ系が苦手なんですよね。なので今回はその苦手克服という意味も込めて、こちらのアナゴ2キロ分をさばいていこうかなというわけで、早速本日も続きましょう。というわけで、本日のメイン食材がこちらのアナゴ。産地としてはこれが対馬産になります。だから長崎県産。で、一応これマアナゴになるんですけど、これと似た種類でクルアナゴっていうのがいるんですよね。それとの見分け方は、ちょっと見づらいですけど、アナゴって側面にこう、タタタタターっと白い点々が入ってるんですよ。この点々。この点々と背びれの間のここに、こういったさらに白い点々があるのがマアナゴ。黒アナゴはここのラインに白い点々がないんですよね。多分これが一番見分けやすいかなと思います。で、今回のこの1匹あたりのサイズが、120g から 150g の間ぐらい。あんまり大きくなりすぎても骨が当たっちゃうので、150g 前後ぐらいがいいのかなと思います。でもこれは余談なんですけど、今回このアナゴをさばくにあたって、いつも使ってるこのまな板に、この目打ちをオプションで付けました。幸い我が家はね、もうここでまな板がこう止まってくれるので、特にこのまな板を魔改造するとかいうことはなく、このオプションだけで済みました。では前置きはここら辺にしておいて、さばいていきますか。失敗しても笑ってね。で、まずアナゴの背中がこっちに来るように目打ちして、そしたらこの胸びれの下に刃を入れて、中骨まで当たったら、この中骨の上をスライド。そしたらこの段階で内臓は取り出しまして、で今この状態で中骨をガッとやると、ここのところの身がそがれるんですよね。完璧に刃が決まってないと。なので一度ここを逆包丁でさーっと刃を入れていくんですけど、角度がこの角度だと皮まで切っちゃうんですよ。なのでこの角度、これでさーっと刃を通す感じ。そしたらあとはここにダーッと入ってる中骨をまず一旦ここを切って、身と骨の間をむずいな、やっぱ長物。ただなんとか端っこまで来ましたんで、ここを持ちながらこちら側についているこの背びれをスイーッと取って、ここはいらない、この背びれは。そしたらあと頭とつながってるとこを落として、一応これで完成。いやでも下手くそやな、まだまだ。てかあかんですね、全然スピード感出らんすね。もう一回。まず目打ちして、で刃入れて中骨に沿って、よし。で開いて、でこの時点で内臓を取って、でもって中骨落として身と骨を外して、そしたら最後背びれを外して、
よっしゃ。これめっちゃうまくいった。むずい。で、まだこういった感じで、血合いというのか腎臓というのか、これなんかは肝ですけど、そういった内臓系がまだ取り残しがあるので、まずは軽く水洗いですね。だいぶ綺麗になりましたね。で、ちらほらとなんか苦玉の跡みたいなのがあるんですけど、最初の方はね、2匹ぐらいかな、苦玉潰しちゃったんですけど、それ以降は潰してないので、おそらくもう染み込んじゃってるんでしょうね。苦くないことを祈りましょう。で、今この氷水と洗ってる段階で、これが洗ったお水ね。こういった内臓とかもあるんですけど、それと同時に皮面のぬめり、あれもちょっと落ちたんですよね。なんで、ぬめりは少し取れたんですけど、正直まだ少しぬるっとしてるんですよね。なのでここからはこの穴子のぬめりだったりとか臭みだったりとかそういったものをお掃除する時間に入ります。まずはこちらの穴子の身にちょっとたっぷりめのお塩、タコとかでもこう塩もみしてぬめりを取るのと同じようにこうぬめりが取れるのと、あと穴子って結構臭いんですよ。僕試作の段階でこれせずに作ったらなんかすんごいなんか臭いのが出来上がっちゃって、結構臭み抜きはしっかりめにした方がいいのかなと思います。穴子これ何臭いっていうんやろ、なんか土臭いというか穴子臭いというか、なんか何とも言えない香りでしたけど、んでしっかりと揉み終わりましたら水でさっと洗いまして、んで一度引き上げて、これで完成と見せかけて、今結構しっかりめにこう塩で揉んだので、今この穴子の身自体にこう塩分が入っちゃってるんですよね。なので一度この身に入った塩分をこのお水の中でシャシャーっと洗って塩を抜いてあげて、それ洗い終わったらこの穴子を一度取り出して、これで完成と見せかけて、今回煮穴子丼なので今からこれを煮るんですよね。魚を煮るんですよね。ということはそうですね、霜降りですね。で今回もこの皮面だけを霜で霜を降る形にします。そしたら熱々のお湯を上から皮面にかけまして、でちょっと分かりづらいんですけど、ここちょっと白く濁ってるの分かりますかね。これがさっき取りきれんかった穴子のぬめりなんですけど、こういったものを一度氷水に落としてさささーっと洗ってあげて、であんまりガシャガシャやっちゃうとこのせっかくの穴子のね綺麗なこの皮目が取れちゃいますんで、優しく優しく。でこれは合ってるのか分かんないんですけど、この時にこの腹びれのところ、ここのねこういった黒いやつも取れるので、多分これね臭いと思っちゃうね。ヒレなのでここも綺麗にしとこうかな。ほんとこんぐらい綺麗にしてあげないと穴子って臭いんですよ。で全部綺麗になりましたら余分な水分しっかりと取りまして、これで完成ではもうここまでくればこちらのもんなので、今回こちらの穴子を煮ていく煮汁の材料をせーの、こちらから水、酒、醤油、みりん、ザラメですね。で今回の分量が、こちらから1リットル 200cc、150cc、50cc ですね。でザラメがみりんと同じ量、大さじ小さじの体積的な意味で。で今回このみりんとザラメっていう2つの甘さを使っていくんですけど、もしかしたら前の動画でもお伝えしたことあるかもしれないんですけど、この2つの使い分け方について、まずこっちのみりん、こっちがタンパク質を締めてくれる役割があるので、煮崩れさせたくない魚料理とかね、煮魚とかそういった時に使うのと、あとはそれ以外でもなんていうかこう奥ゆかしい甘さというか和食っぽい香りというか、そういったものをつけたい時にこのみりんを使って、
で、逆にこっちのお砂糖とかザラメとかってタンパク質を緩くしてくれるんで、この間作った角煮とか、そういったお肉を煮込む時に使うのと、あと上白糖、三温糖、ザラメでまた変わってくるんですけど、ザラメとか三温糖とかはちょっと味に深みを出したい時に使ったりとかね、そういう使い分けになるのかなと。じゃあ今回はというと、やっぱ煮穴子なのでふわっふわにしたいんで、柔らかくしてくれるザラメを使ってるっていうのと、ただザラメだけだと身が柔らかくなりすぎて、ものすごく扱いづらくなっちゃうんで、ちょっとみりんを入れて、ちょっと引き締めてあげる感じ。今回そういったイメージでこれ使ってます。ちょっと細かいけどね。そうしましたらこちらを一つにまとめて、で火にかけて、まずはこの中のザラメを溶かしてあげるイメージ。そしたらもうザラメも溶けて、ある程度煮立ってきたら、今回の穴子を加えてと思ったんですけど、ちょっと大きすぎるね。ちょっと半分に切ってきます。では気を取り直して、こちらの穴子をこの煮汁に加えて、で今回僕は皮を下にして入れてるんですけど、こういう感じで入れる方もいれば、皮を上にして入れる方もいるんですよね。どっちが正解かはよく分かってないです。沸騰してきたらこのアクをお掃除してあげて、ある程度きれいになったら落とし蓋かぶせの、火加減としてはこのシュワシュワぐらい。どんぐらいやろう、バブって感じで、煮込み時間としては、だいたい30分から40分。今回30分でいこうかな。では30分超え、せーの。結構いい感じに炊き上がりましたね。これにて完成。でもうこの煮汁に入れたまんま粗熱が取れるまでこの中で冷ます方もいらっしゃるんですけど、個人的には一度取り出した方がいいのかなと思う派です。中まで味は含まれるんですけど、結構黒く染まっちゃうんですよね、これ中に入れとくと。せっかくのこの美味しそうな色はキープしたいので、一度こちらを取り出して、今こちらめちゃくちゃ柔らかいので、こういったヘラとかを使わないともうボロボロに崩れますもんね。でこちら穴子の煮こごりがあるみたいに、この皮面のとこのコラーゲンというのか、そういったものが冷えると固まるので、これらを重ねちゃうともう1個の団子状になっちゃうんですよね。なのでこういった形でクッキングシートの上に取り出して、でこれを切り分けて、こういった形にしてからこうやって並べてあげると、この後結構使いやすくなるかなと思います。で今のこの状態がですね、回転寿司屋さんとかで冷凍の煮穴子を使われてるお店って、今この炊き上がった状態の穴子を1貫ずつにスライスして、で綺麗に並べて、で真空みたいな形にして冷凍してあるものを使われてるんですよ。っていうかそういったお店が多いと思うんですけど、なので今回みたいにたっぷりとまとめて作るとき、食べきれないなと思ったらもうこの状態で冷凍してもらって、で食べるときに流水解凍してもらったら、結構持つのかなと思います。で今のこの状態なんかすごく美味しそうには見えるんですけど、実際今この状態で食べても、全然美味しくないんですよ。全然甘みもないし味も薄いし、穴子って上にこうかけるトロッとしたタレがないと全然美味しくないんですよね。確かタレのことを詰めって言うんやったと思いますけど、なのでここからはその詰めを作っていく作業に入ります。でちょっと時間かかるので、この子たちは一度冷蔵庫で待機。ではこれから詰めを作っていくんですけど、ここで使っていきますのがこちら、穴子の頭と中骨ですね。これを使って先ほどのこの穴子の煮汁になんというかさらに穴子の風味というかそういったものを移していこうという、そういう魂胆ですね。で今この穴子の頭はもうこうやって口側から半分にパカッと開いて、で中のエラとかね、そういったものを除去している状態です。例えばこの中骨にこういった血合いというか腎臓とかそういったものがまだついてる状態ですんで、ちょっとこれだけパパッとお掃除します。綺麗に血合いとかが取れましたら、ここに熱々のお湯、ぬめりとか表面の汚れとかを取るいつも通りの霜降りですね。まずは湯霜で、そしたら次は冷たいお水の中でこの表面のぬめりというかね、そういった汚れをなくして、
そしたら次はこの水分をペーパーでよーっと拭き取りまして、これで第1段階終了。続いてこちらをグリルに並べて、あとは焦がさないようにじっくりじっくりと。今これで臭み抜きと、あと表面にちょっと香ばしい香りをつけて、よりパンチのあるお出汁が出るようにっていう作業ですね。そうしたらこちらを先ほどの煮汁にぽい。そうしましたらこちらを火にかけまして、再沸騰してきたらこのアクは取り除いて、そしたらもうこのまんま10分ほど煮出そうかな。それではちょっと10分ほどスキップ。そしたら別に煮出し終わりましたんで、一度これをざるでこして、この大きな骨とか頭をまず除去して、そしたらさらに細かい骨なんかをこして、これをさらにぐーっと煮詰めていって、とろっとするまでいったらもう爪の完成なんですけど、今この段階だと正直甘さが全然足りないんですよね。なのでここにザラメを追加。そしたら火にかけて、ザラメが全部溶けきったら味を確認して、お醤油とかお塩とか使って塩分を調整してあげて、ただこの段階で塩を決めすぎちゃうと煮詰まった時にすごくしょっぱくなっちゃうんで、少しずつ加減しながら、そしたらあとはもう吹きこぼれんごとちゃんとね火加減を見てあげながら、焦げつかないように底を落としてあげつつ、ひたすら煮詰めるだけという簡単なお仕事。今がだいたいこのくらいの粘度で、これ冷えるともうちょっとこうとろっとしてきますんで、こんぐらいでいいのかなと思います。というわけでこれにて爪の完成。そしたらもうあとはもうご飯を盛って、さっき炊いた穴子を乗せて、でこのタレをかければ完成なのは完成なんですよ。ただなんかね、これいい活用方法がありそうな気がするんですよ。中骨と頭もうしっかり中に味は入ってますからね。旨味はないけど、やけんこれちょっともう片栗粉打ってあげようかな。んでもってついでに冷蔵庫の中にちょうどいいサイズの砂出しが終わったハマグリが入ってましたんで、同時進行で味噌汁も作りつつ。ではいく。あとは用途全体に片栗がまぶして、余分な粉を払いながら170度の油にほい。で泡が小さくなって音も静かになってきたらバットに出して終わり。やば、めっちゃ焦げた。そっか、醤油とかが入っとるから焦げるんか。やべ、しくった。お味噌汁はこのアクだけちょっとお掃除してあげて、でハマグリも全部開いてアクもお掃除できたら火を止めて、あとはお味噌を溶かせばハマグリのお味噌汁の完成で、こっちの骨せんべいももうすぐ揚げ終わりですね。さっきの真っ黒焦げの半数を生かして、次は150度ぐらいでゆっくりゆっくりじっくりと。あかん、ここ揚げるのバリむずい。一瞬で焦げますね。大丈夫かな、これ食べれるかな。なんとか食べれそう。ただほろ苦。とりあえずここにあとはお塩を盛り付けて、穴子の骨せんべい完成。ではこちら最後煮穴子丼の盛り付けに入ります。ではまず丼に炊きたてのご飯で穴子乗っけて、あと温め直したこの爪をかければ、はい、煮穴子丼完成。はい、これで煮穴子定食の出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。穴子さんで、冷める前にパパッと食べていきましょうか。いただきます。
うま。やっぱ魚をさばいた後のビールはうまい。ならば初手安定の汁物。やっぱハマグリの出汁うまいね。んでこの大ぶりな身ね。食べ応え十分。ブリンブリンやね。そんなら続いて、まだほんのりあったかいうちにこっちの骨せんべい。カリカリには上がってくるだけど苦い。久々に焦げ揚げ物失敗しましたね。まあいいや。そしたらいよいよこちらの穴子丼いきましょうか。もうふわっふわですね、穴子はね。バカほどうめえ。もう自分で言うのもなんですけど、マジでうまい。外で食べる煮穴子丼にも引きを取らんね。いや、マジで美味しいよ。穴子ふわっふわ。んでね、今回結構処理しっかりしたんで、穴子の嫌なところ、生臭みだったりとか、こう、若干ぬるっとした感じとか、あれが皆無ですね。で、骨も全然口に当たらないし。で、爪に多分穴子の骨を使ったけんでしょうね。かなり穴子のいい香りというか、旨味とか、そういったものがこの中に敷き詰められてますね。我ながらかなりいいものができたわ。これはビールより完全に味噌汁の方が合いますね。そんならばまだちょっと僕普通に食事します。すいません、完全にカメラのこと忘れてまして、気がついたらここで半分になってましたね。申し訳ない。んで、ここで僕はちょっとお味噌汁のおかわりに行っていきます。よいしょ。んでね、ここまでで煮穴子丼大満足。お味噌汁大満足。ただやっぱこれよね。中骨のところ、ここのとこはね、すんごい美味しいんですよ。もうカリッカリで。ただ頭がね、またちょっと口に当たるかな、骨がね。まあだからといってもうちょっと揚げちゃうと多分これも真っ黒くなっちゃうんですよね。難しいな。まあ頭のとこもね、場所によっては、カリッとサクッとはしてるんですけど、骨せんべいにするなら僕は中骨の方が好きかな。そんなら僕はまたちょっと食事に集中しようかな。というわけで残りもあとわずかになってきましたね。てかなんかごめんなさいね、今日なんか結構パパパッと進んでますよね、実食編で。まあ自分でもそうやろうなと思いつつ、この穴子がカピカピになる前でも食べてしまいたいなという欲求が。とにかく次回動画とかはね、結構実食編長く撮ろうかなと思いますんで、今日はどうかご勘弁を。というわけでして、じゃあラストスパート。ごちそうさまでした。いやー、やばかったね。いや、今回は我ながらほんまにええもんができたと思う。さばいてから塩もみして、塩抜きして、んで、お湯でさっと霜降りして、みたいな感じで。結構手間はかかるっちゃ手間はかかるんですけど、やっぱこのぐらいしてあげないと穴子独特の土臭さというかね、そういった匂いとかは取れないのかなと。あれを臭みというのか、穴子独特の香りというのか。僕自身はあれはもう臭みだと思ってもう取り除くんですけど、人によっちゃね、あれはもう穴子の香りと思って残す方もいらっしゃるんですけど、ここはもう好みですよね。ただこんだけ臭み抜きをしておけば間違いはないのかなとは思いますけど。
で、やっぱ僕まだあれですね、長物さばくの下手くそですね。もっと綺麗にこう、シャッとやりたいんやけどね。まだまだやな。っていうところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。